MacBook Pro が好きな理由は無数にあります。申し分ないくらいに完成されたハードウェアとスーパーパワフルな Apple シリコン。ただここ数年は為替の影響もあって MacBook Pro は少し手が出しにくくて、特に学生のみんなにとっては選択肢になりづらかったかもしれません。そんな中でより小さくでもパワフルで、そしてとにかく安い、それが新型となって登場した Mac mini です。どうも皆さんこんにちは、アキヤです。じゃん、ついにですね M4 Mac mini が僕の元へ到着しました。今回ですね、本当にありがたいことにね、Apple さんから先行でね商品を全て iMac、MacBook Pro、そして Mac mini をねお貸し出ししていただくことができました。なんとですね、先日アメリカのロサンゼルスで開催された新製品イベントの体験会にねなんとご招待いただきまして、速報動画のね動画はすでに投稿してるかと思いますが、今回はね改めてレビューさせていただけるということで、実際にね今回は実機を用意して皆さんにねお送りしていきたいというところになってきております。まずさ、この小ささえぐいでしょ。箱でこれやから中身はもっと小さいということになるんですよ。こちら iPhone 16 Pro Max の箱の大きさです。縦サイズとか高さとか、横とかもね全部でも iPhone Pro Max の方が大きいというぐらいのサイズ感という風になっております。というわけでね、早速アンボクシングしていきましょう。ではここから失礼します。ピリッといきます。じゃんじゃじゃん、オープン、チャラン。おーちっちゃというわけでちょっと開けていきますよ。じゃじゃーんと。いやー、このコンパクトさですよ。どないやばいよこれで。付属品がですね、はい、ケーブル1本だけ。めちゃくちゃねいいなって思ったのがケーブルだけということなんですよ。これをねもう電源と Mac mini につなげば使えるということで、発表時ね僕がね怖かったのが Mac mini は小さいけれどもここに大きいケーブルがあったらもうなんか本末転倒やんって思ってたから、すごい心配だったんですね。 iMac のね、電源っていうのは AC アダプターみたいなかなりねもうこのサイズぐらいのね Mac mini のサイズぐらいのアダプターが1個ゴンとね中間にあるんですよね。それはねやっぱりこう電力をねしっかりと消耗するということもあって出力のためにねあると思うんですが、 Mac mini はですね本体が小さいにもかかわらずで、よりパワフルなねことができるにもかかわらず、ここにねアダプターが一切ないんですよね。これがね僕はね本当に素晴らしいと思います。まず前面部分にヘッドホンジャック、そして USB-C ですね。これはサンダーボルトではない USB-C ポートが2つありますと。背面にはサンダーボルト端子ですねが3つございます。そして HDMI、有線 LAN で電源といった形ですね。 USB Type-A ポートおよび SD カードスロットはございません。でそして下、はい、ここに電源ボタンがございます。そして、ここにね冷却ファンを搭載しているといった形ですね。でこの電源ボタンに関してはこの状態で押すことはできません。なので電源ボタンを押す際はこれを上にしてあげて押すという風になるので、あんまりね押す機会はね、僕の用途ではあんまりないんですが、頻繁に押す方はここのね、しっかりとところは考えて設置をした方がいいかなと思います。で電源を差し込んであげると。でこれをつないだら一応使えるんですけど、これだけじゃ何もできないというところでですね、僕はとりあえずモニターをね用意しております。じゃじゃんと、僕はですねもともとね、スタジオディスプレイをね持っていますので、ちょっとね今回僕はこれをね、使用しようと思いますが、さらにですね今回こちらもね今お貸し出ししていただいておりまして、アクセサリー類でございます。今回からねこちらもね変更されましたよね。マジックキーボード、マジックトラックパッド、マジックマウス全てが USB-C に変更になりました。もともとライトニングやってね充電しにくかったですよね。これがやっと USB-C になりました。僕ね実際にねマジックキーボードのブラックはもうこれもね僕持ってます。はい、マジックマウスもトラックパッドも全部持ってますただ全部ライトニングでした。で僕が持ってるものはもっとねブラック、ここのね基板の部分もブラックなはずなんですが、これはグレーですね。はい、で続いてマジックトラックパッドいきましょう。はい、こんな感じですね。いや、黒をね、送っていただいたのはすごく嬉しいかも。はい、という感じでこんな感じですね。で、こちら USB-C にしっかりとなっております。で、こちらも電源を入れましょう。このね、トラックパッドっていうのはもう Mac の良さです。Mac を使うのであればトラックパッドをぜひ使っていただきたいなと思います。このね、マジックマウスも、結構ね、すごくいいんだけど、トラックパッド絶対使った方がいいと思います。というわけでそれではね、マジックマウスの方も最後開けましょう。これはね最近僕買ったばっかなんですよね。全く一緒かもしれへんこれは。はい、
こんな感じです。かわいいわ。こっちがね、僕が持ってる USB-C じゃないライトニングの方ですね。こっちがライトニングで USB-C の方ですね。いやー、3ヶ月前に買ったからさ、こんなすぐに出んやったら、これちょっと後悔してるんやけど、じゃあそしたら皆さん、電源つけてやっていきましょうか。USB-C ケーブルを Mac mini に接続をして、両方の電源を接続します。はい、それではね、Mac mini の電源を入れていきましょう。押しました。起動しました。はい、来ました。うわ、なんか、かっこいいぞ。ちょっとね、初期設定をしたいと思います。はい、というわけで、一旦ね、セットアップが完了しました。こっから数日間ですね、この Mac mini をね、もうしこたま使っていこうと思います。はい。めちゃくちゃ一回ね、もうこれでね、ガチガチと作業をね、してみてですね、実際にどんな感じなのか、スペックであったり、パフォーマンスであったりとか、実際の使用感とかね、ファンはなるのかどうか、みたいなね、いろんなところをちょっとね、見ていきたいなというふうに思いますので、なのでちょっと今日からですね、実際にね、この Mac mini をね、数日間使用していきたいなというふうに思います。はい、というわけでですね、数日間 Mac mini をね、使い込んでみました。ちょっとね、髪の毛もね、切ったっていう感じで、いろいろとね、あった数日間だったんですけれども、ここからね、実際にね、ここの数日間使い込んでこそ分かった、レポートをね、していけたらなというふうに思っております。で、今回のね、M4Mac シリーズのレビューにあたって、僕のインスタグラムのストーリーズで、どういったことを知りたいかとか、どういったね、ことを、レビューしてほしいかっていうのをね、ちょっとアンケートをね、取らせていただきました。で、そこでね、たくさんの、みんなからね、こういったところをね、知りたいですっていうような意見をいただきましたので、それもね、元にしながら、この動画をね、制作をしております。というわけで、まずはそもそも Mac mini っていうものがどういったものかっていうのを少し紹介させてください。そもそも Mac mini は M4 そして M4 Pro の2つのモデルから選択をして選ぶことができます。最小モデルが 94,800 円。これは M4 モデルですね。で、逆にフルスペックにした場合 M4 Pro モデルで、そして CPU、GPU もアップデートさせて、メモリも 64GB、そして SSD も 8TB、そしてさらに E3 と 10GB の方にね、変更させると、フルスペックで71万3800円という風なところまでカスタムができるというのがこのね Mac mini の、新しい、モデルになっています。そういったねこうレンジがねかなり広いね PC の一つかなという風に感じております。はい、でそしてですね、僕が実際に今ね Apple さんからお貸し出ししていただくことができているこちらの Mac のスペックがですね M4 Pro を搭載した14コア CPU、20コアの GPU、そしてメモリが 48GB で SSD が 1TB ですね。で価格が33万8800円税込みのモデルを今ねお借りしております。なのでこれのパフォーマンスがベースで、お話をねしていくことになります。僕 Mac mini に関しては SSD とかの拡張は、めっちゃやらなくてもいいかなというふうに思っていて、今回もこれ 1TB なんですけど 1TB あればね結構十分な感じはしました。 MacBook のようにね持ち運ぶっていうことがねそこまで大前提ではないので、SSD とかはもう外付けでね大きめのものをね構えておくと、そういったことでね結構いいのかなというふうに思いますので、どちらかといえばメモリとか、グラフィックとか、M4 から M4 Pro とかねそういったところを選ぶっていうのもありなのかなと感じております。では早速ですね、まずは数字的なところからねいきたいと思うんですけれども、パフォーマンスを見ていきましょう。僕がね実際に持っているねこちらの M2 Max の MacBook Pro、 これはですねかなりハイスペックで M2 Max 搭載でメモリが 96GB、 SSD が 4TB でかなりねフル盛りの、MacBook になるんですけど、僕のこのね MacBook と比較しても負けちゃってるんですよ CPU 性能。これがね結構びっくりして、シングルコア2596、マルチが13703なので、もう CPU 性能に関してはもう M4 Pro の方がこんなにねフル盛りのものなんだけど、もう全然ね素晴らしくいいという風なことが分かります。一方で GPU ですね、 GPU に関してはこれ面白くて、GPU だったら M2 Max の方がね、こっちの PC の方が80万ポイントということで、そこまでね僕ベンチマークっていうところに関しては、ね、そこまで大きくね語ることはできないんですが、でもねあくまで参考程度にしていただければと思うんですけど、やっぱりこう GPU っていうところ、グラフィック性能はやっぱりね良かったかなという風になっております。はい、それではね実際にね、ちょっとライトルームとか、写真編集でいじるときにねどうなるのかみたいなところをね見ていけたらなという風に思います。まずですねこんな感じでいろいろとね、編集をねしているんですけれども、動作みたいなところはすごくねスムーズかなという風に思います。でこんな感じでね色の編集をしていたりするんですが、結構ねこうやってマスクをねこう作ってあげたりとか、こういう風にねいろいろと自分好みにねカスタマイズしていったりとか、本当にこの辺は正直ねもう全然問題なくいろいろとねいじることができます。でこのノイズ除去ですね、写真のノイズをね消すときにかなりですね負荷がかかるんですが、このね強化もすごくすんなりと適応量、そしたら80% っていうねかなりノイズを消すというね、結構高負荷な作業をねかけてみます。これ強化をしてみます。はい、でここでねナビゲーターがある通り、はい、こんな感じで
できているんですけど、結構速度はね速いんじゃないかなと思います。はい、できました。こんな感じですね。めちゃくちゃ綺麗にできますよね。はい。で、こんな感じでね、実際に編集をね、したらこんな感じで美しくね、綺麗になるといった形ですね。こういうノイズ除去に関しては超早いってわけではないんですが、それなりにね、しっかりと、問題なく挙動がね、止まるといったことは特になく使うことができます。で、こんな感じで写真とかをね、表示させて、これね、僕のプリセットパックとかになるんですけど、こういう風に当ててみると、すごくスムーズですよね。で、もうサクッと、ハイライトいじって、シャドウ化して、白レベルとか黒レベルを上げてみたいな感じとか、サイドを変えたりとか、すんなりと本当に問題なくこの辺はねできるんじゃないかなと思います。よかったらねこのプリセットは概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。ではですね、このプリセットを一回コピーをしてですね、これらをねちょっとこんな感じの写真を例えばこういう風にペーストをして色をつけてですね、ちょっと20枚ぐらい一緒に書き出してみましょう。はい、こんな感じでざっくり20枚をですね、書き出しをしてみたいと思います。もう画質もね最大でいきましょう。はい、始めました。はい、ここでインジケート24個のファイルを書き出し中です。どんぐらいかかるか。終わった。早っ。マジで。はい、という感じで、こんな感じで全部書き出されてますね、ちゃんと。ちょっとね、プリセットもコピペでやってるだけなんで、すごいあれですけど、もう一瞬で書き出せましたね。20枚。早くない？こんな早いっけ？これらの写真はね、こういった粒子とか、いろんなエフェクトとかもね、つけてたんですけど、もちろんですね、これ全部ローデータになるんですけれども、いろいろと編集をね、加えていっても、こんぐらいね、早く書き出すことはね、できたりしますね。はい、じゃあ次はね、ちょっと動画での、性能ね、見ていきましょうか。これがですね、実際にね、僕がウェディング映像をね、作った、実際のね、作品のものなんですけど、4K42210 ビット60フレーム H265 ファイルコーデックみたいなもので、色の編集もですね、実際にね、全部のクリップに細かくやってはいるものの、はい、問題なく動いているといった形ですよね。で、プロキシはね、表示はオフにしてますので、オリジナルの画質で、4K のタイムラインで、プレビューをさせてます。で、ちょっとエフェクトがこんな感じで入って、重なっても余裕でいけてますね。ここのね、バーが緑なので、そのままのね、ちゃんとした等倍のね、速度で再生ができております。はい、じゃあ次これがですね、僕がね実際に YouTube に投稿してるような映像ですね。30分ぐらいの 4K の素材は、4K42210 ビットの 24p なので、そこそこの画質っていうか、サイズですよね。で、ただですね、ちょっとこういう風にすごいねレイヤーが重なる箇所っていうのはあります。ただ、全然問題はなさそうやね。本当に自由に撮れてますね。効果音とかもいっぱい重なっててもいけてる。オープニングとかも全然問題なさそう。動かしても。これがですね、iMac のね、M1、M4 とかだったら、若干詰まりはあったんだけど、やっぱ M4 Pro になると全然問題はないです。で、正直なところ、Apple Silicon は編集はね、もう結構スムーズです。もうM4 じゃなくても M3 でも M2 とか、変わるんやけど、厳密にはね、そんな大差はないんですよ。で、どういった時に変わるかっていうと、やっぱり書き出しでは全然違いました。まずですね、ウェディングムービーのね、書き出しですね。2分程度の映像作品をですね、書き出してみたところ、M1 チップを搭載した iMac が3分20秒かかったのに対して、M4iMac は1分46秒。そして、今回の M4 Proの Mac mini はなんと1分を切った0分59秒で終了したというところになるので、M1 のね iMac とかと比べるともうね何倍3分の1ぐらいのね、速度感でできています。で、さらにですね、すごいのがですね、YouTube の長尺の動画ですよね。このようなね、動画もすごく長くて、撮影自体が1時間とかね、撮っちゃうんですけど、それをギュッと詰めて30分とかにして編集をして、さらにね、いろんなレイヤーを積んで見ていただいたと思うんですけど、そういったタイムラインの中で、それらをガッと書き出すと、めちゃくちゃ変わります。M1 で iMac をね、書き出ししたら、1時間15分25秒かかったのに対して、M4 の iMac はですね、45分59秒でした。で、なんと M2 の Mac mini で書き出せば20分53秒というね、わずかな時間で書き出しをね終了させることができました。なのでやっぱり長ければ長いほど、書き出し時間というのはねよりこう短縮にしていくことができたりとか本気をね感じれると思いますし、動作もねすごく安定的でした。 M1 チップを搭載した iMac であれば結構ねもうメモリがいっぱいいっぱいになって落ちてしまうみたいなことが結構あったんですよね。結果的にね3回目でようやくねできたんですけど、 M4 Pro のこの Mac mini っていうのはすごくね動作も安定していて、
写真のローのように動画でもローがあるんですけど、よりこう情報量かなりね集めたようなサイズになっていて、めちゃくちゃ重たくて、ブラックマジックローなのでね、ダヴィンチリゾルブ内では快適には動かすことができるんですが、よりですねファイルサイズも多くて、それなりにね、映像の業務でも使われるようなフォーマットになっています。で見るとこんな感じで、スムーズにね再生は全然できます。 8K の映像であったとしても、何も入れていなければ、全然見ることはできるし、このレイヤーがですねたくさん重なったとしても、24フレームであれば全然ね問題なくできているといった形ですね。ただですね、この素材がですね、ここからカメラローのねセットアップとかをねしてあげたとした時に、例えばこういった風にしてあげたりとか、あるいはね僕がねちょっと販売中のねカラーグレードパックみたいなものを当てはめてあげると、こんな感じで簡単にね色を出すことができるんですが、こういう風にすごい雰囲気いい色が出てますよね。これぐらいでは全然綺麗にね見えることができます。ただここにですねより高負荷なものを入れていくと、例えばシャープネスを上げたりとかスキン補正をね入れていったりとかで、こういう風にねこう人のねスキンを抜いて、それをねちょっとビューティーをかけてあげたりとか、さらにねノイズリダクション、ここの辺のこのノイズのリダクションっていうものをかけ出すと、遅くなると思いきや意外といけるみたいな感じになるんで、このパフォーマンスはすごいですよね。ちょっとこんないけるっけって感じで、ちょっと僕も驚いてるんですが、特にこのノイズリダクションでこれだけ強くしてもいけちゃうのやばいな。マジで？ちょっとねタイムラインのね解像度はこんな感じになっていますので、これがね 4K とかになると若干変わるかなと思います。こんな感じで重くなりましたね。なので、タイムラインの解像度とかどういったプレビュー画質になるかっていうのでも変わってくるんですけど、でもこのノイズリダクションとかも控えめとかでシャープネスも一回切ってあげるとだいぶと、スムーズになりますね。4枚8枚5枚ぐらいつけてみようか。ここまで来ると難しいかなこんなにね積むことはそこまではないけれども、これぐらいねやるとさすがに厳しくはなってくるといった形ですね。っていうかこの色味がめちゃくちゃ良くない？僕のねパワーグレードパックね、このラットをですね、4つ入れていて、このブルートーンがすごくいいんですが、これ一発でこんな感じとか、ナチュラルトーンとかオレンジのフィルムっぽいような色を入れたりとかもできて、さらにねこうルックをね決めていくことができるんですけれども、このルックも3通りあって、こういう風にねちょっとトーンを変えていけるんですよね。ちょっと明るくしたりとかいろいろあるんですけど、こういった組み合わせがねできたりするんで、よかったらチェックしてもらいたいんですけど、結構こういうねカラーの編集の作業を、ゴリゴリやっても、見る分には全然いける。これが Mac mini ですからね。じゃあそしたら最後にですね、いろんなねマルチタスクをしてみようと思います。メモリがね今回から 16GB スタートになったということで、いろんなこう同時作業がねやりやすくなったと思うんですよね。じゃあまずはねこのねクリップの 8K のレイヤーをねいっぱい並べて、何個もつなげて、これを一旦書き出しますと。こんな感じで始まりましたね。で、さらにここにね、キャンバを開いて、で、こっちにね、YouTube を開いて、じゃあこのね、LA に行った時のね、レポート動画を再生させて、で、こっちでね、ちょっとじゃあデザインをね、作っていきましょうか。で、ここを M4 Mac mini のサムネを作る必要があるので、これにね、しておきましょう。で、これを開きまして、もうこの辺結構負荷かかってると思うんですよね。この辺のコピーがあるので。じゃあここを、いじろうとした時に、若干でもやっぱ操作は重いかな。でも意外と変えれるね。こんな感じで、全然でも、でも若干重いかな。じゃあ M4 Mac mini のちょっと画像を撮ってきましょうか。例えばじゃあこれとかをダウンロードして、で、この中に入れてみます。さらにこれの背景を除去します。こんな感じで動画を書き出しながら、ある程度サムネを作るぐらいとかのマルチタスクとかはもう全然いけちゃいそうですね。こんぐらい動いてたら結構十分じゃないですか。だって今 8K 映像をね書き出してるわけですから、こういう風に動けてたら全然ね、悪くないんじゃないかなというふうに思いますよね。という感じで、実際のねパフォーマンスっていうのはこんな感じでした。この Mac mini 自体のメモリがですね 48GB っていうところもあってか、映像を書き出しながら、いろんなこうマルチタスクをねできるっていう意味では全然ねもうパワフルにね本当に使えるんじゃないかなというふうに感じました。というわけでここからはですね実際のね使用感みたいなところ、もうパフォーマンスでないこの Mac mini の使用感みたいなところをちょっとね、お伝えしたいと思います。まず1つ目がですね電源周りの話なんですけれども、やっぱりですね MacBook
MacBook に比べるとやっぱ使いづらさを感じました。まずですね、この状態だと指が入らなくて電源ボタンは押せません。正直ね、電源を切るっていうことはあんまりないんですけれども、もしね、電源ボタンを押すことが多い方っていうのは、ちょっとね、配置であったりとか、デスク下の DIY とかは若干気をつける必要は、あるんじゃないかなというふうに感じています。で、こういった MacBook Pro をね、使ってる身としては、この筐体を持ち運ぶときにシャットダウンをしないといけないっていうのは、やっぱりちょっとめんどくさいなというふうに感じるんですよね。この位置を変えたいときは、コンセントごと抜かないといけないので、そもそもね、持ち運ぶことの方が少ないんですけど、やっぱり MacBook と比べると違うところでね、作業したいみたいな、ちょっとデスクを変えたりとか、オフィスの中でも、普段のね、作業スペースからこうカフェテーブルみたいなところに移動したいってなった時に、やっぱり電源を切って移動させないといけないっていうのは、やっぱりちょっとめんどくさいなとは感じました。それが MacBook であれば、シャットダウンをしなくていいっていうところになるので、そこが結構ね、大きな違いでは感じましたね。ただですね、このね、小ささっていうのはマジで良くてですね、本当にデスク上でこれを置いておいても、本当にさ、すごいちっちゃいから、全然邪魔にならない大きさだと思うし、全然ね、こう嫌なね、デザインでもないし、ちょうどね、スタジオディスプレイとね、本当に相性がいいなというふうに思うんですけれども、めちゃくちゃコンパクトにね、すっきりと収まるサイズかなと思います。この Mac Studio ぐらいだったら、モニターの高さにもよるんですけど、若干ね、ここが干渉して下に入れれないっていうね、パターンも、あるとは思うんですよ。モニターのね、下にくぐれるっていうのが結構ね、僕はいいところかなというふうに思いました。で、さらにね、すごくいいなと思うのが、iMac とかと比べて HDMI ポートがあるんですよね。HDMI 端子があることによって、最大でですね、8K 解像度の映像をですね、出力させることができます。8K だとね、60Hz かなになるんですが、でも 4K だったとしても 240Hz のね、ディスプレイにね、対応させて出力をすることができるので、よりですね、大きなね、テレビであったりとか、いいモニターをね、お持ちの方は HDMI でのね、出力ができるっていうのは結構いいのかなというふうに感じましたね。で、やっぱりなんといっても、ここのね、前面にね、ポートがあるということになるので、SSD とかをね、サクッとね、こうさせるっていうのもすごくいいなというふうに思います。ずっとね、挿しておく必要がないものは前面にね、そのタイミングで挿してあげて、逆に長期間的に挿しておきたいもの、もう大容量のハードドライブとか、いろんなものを挿しておきたいものは、もう後ろ側につけておけば、よりですね、前はスッキリするので、ここもね、すごくいいなというふうに思います。ヘッドホンジャックも前にあることによって、探さなくていいんですよね。これがね、iMac とか MacBook って側面とかにあるので、若干こう、どこかなみたいな感じでね、なったりするんですけど、前にあるので、意外とここのね、ストレスっていうのは少なかったりします。はい。で、そしてですね、Mac mini の音質、スピーカー性能に関してなんですけど、ちょっとね、これ、意外とそんなに悪くないなっていう印象があるんですよ。もちろんスピーカーあった方がいいとは思うんだけど、意外となんか、あれいいんじゃないかなってたまに思うんで、ちょっと一回聞いてみてください。快適かつアクティブに過ごすこの3日間を全てルミックスのカメラで撮影をしました。彩り豊かな自然のカラーとルミックスならではの質感をぜひ最後まで楽しんでください。じゃあ逆にね、しっかりとした音質だとどんな感じかっていうと、スタジオディスプレイでちょっとね、流してみたいと思います。今回僕たちが訪れたのは緑が美しい夏の北海道です。ぜひ最後まで楽しんでください。はい、こんな感じですね。実際ね、今ちょっとマイクがね、ちょうどいい位置にあるので、そのままのね、ガンマイクでの音声をね、お届けしてるんですけれども、もちろんね、空間に対してね、音を提供できてるわけでは、このミニはないと思うんですけれども、なんか、ボリュームがね、意外とあったりするのかなというふうに感じたので、スピーカー絶対あった方がいいんだけど、もしかしたら前のモデルよりもね、良くなってるのかもしれないなというふうには感じました。はい、で、そしてですね、少しね、惜しいというか、これなーっていうふうに思ったのが、カラバリなんですよ。なんかめっちゃ Mac mini すごい可愛いんだけど、このシルバーのオンリーのね、カラーしかないんですよね。ダーク系のさ、カラーバリエーション増えてきてるじゃないですか。それこそこういったマジックキーボードであったりとか、MacBook Pro も今ね、ブラックがあったりしますよね。なんかそういうちょっと黒寄りのベースのアクセサリーとかも増えてるからこそ、カラバリとしてスペースブラックもしくはスペースグレーとかがあるとやっぱすごい良かったんじゃないかなという風に感じましたね。シルバーすごい可愛いし、めちゃくちゃね、筐体のね、デザインはすごく美しいんですけれども、どうしてもこうシルバーっていうのしかないので、スタジオディスプレイもね、シルバーでしかないんで、ここのね、ところはすごく合うんですけれども、若干ね、もったいなさは、感じたかなというふうに思います。はい、という感じで、だいぶとね、この Mac mini についてご理解いただけてきたかなというふうに思うので、この Mac mini が
ほんまにコスパいいのかどうかっていうのをちょっとね、シミュレーションしたいと思います。実際にですね、Mac mini をね、使う上で、モニターが必要だったり、キーボードとかマウスが必要になってきますよね。で、Mac mini 自体はすごくコスパがいいと散々言われていますが、果たして本当にそうなのか。実際にね、全てを揃えた時に、いくらぐらいになるのかっていうシミュレーションをね、してみたいと思います。で、これはあくまでちょっと僕が選んでるだけであって、もちろん、いろんな人によっていろんな選び方もあるし、その人によって最適なものとかも違うし、必要ないものもあるので、一概には言えないんだけど、僕の中で最低限、このクオリティのものを揃えたら、Apple 製品として有意義に使えるというか、キーボードの操作性とか、音質とかね、いろいろと考えた上で、これぐらいのね、クオリティのものだったらいいんじゃないかっていうものをね、ちょっとね、ピックアップをしてきましたので、シミュレーションをね、してみたいと思います。まずですね、このディスプレイ、モニターが必要だと思うんですけど、4K27 インチとかで探せば、LG さんのね、モニターとかで4万5千円ぐらいで、それなりにね、しっかりと綺麗なモニターをね、使うことができます。で、キーボードに関しては、ロジクールの MX キーズミニっていうね、ものを使えば、しっかりとね、打鍵感も良くて、しっかりと質感で、いろんなね、デバイスを切り替えたりとか、そういったね、結構優秀なキーボード、僕も実際使ってるんですけど、これが、だいたい1万6千円で買えますと。で、さらにマウスですね。僕もね、あっちで使ってるロジクール MX マスター 3S とかね、こういったマウスを使うことで、ちょっとね、高いんだけど、いろんなカスタムができたりとかで、めちゃめちゃ使い勝手がいい。これが1万7千円ぐらいですと。もちろんね、このマジックマウスとかの方が安いので、全然これでもおすすめですよ。こっちとかもね、全然これでも問題ないです。で、そして Mac mini は Web 会議をしたいときにカメラがないですよね。なので、ディスプレイにね、つける Web カメラとか、こういったものも、例えば、ロジクールさんからね、出ているものとかで、フル HD のね、画質のものとかで、だいたい8800円とかで購入することができます。で、そして最後にスピーカーですね。さっきも言っていた音をね、出すときにしっかりと必要になるんですけど、BOSE のね、PC スピーカーとかをね、置いてあげれば、これもだいたい1万円ちょっとぐらいでね、購入できるんで、これらをね、揃えてあげることによって、一通りのね、作業はできますね。で、これらのトータルが97,800円ぐらいですと。で、このね、97,800円をですね、この Mac mini 本体と一緒に合算した場合ですね、これが192,600円ぐらいです。で、一方、M4 の iMac の最小構成本体が198,800円なので、わずかではありますが、数千円ぐらい安くね、済むといった形ですよね。で、あくまで、僕がね、算出をしましたが、これはね、結構、それなりにいいものをね、揃えた場合だと思うんですよね。なので、そこまでいいものを使わなくていいよっていう方は、もっともっと安く下げていくことができると思います。マウスとかもね、数千円、キーボードも数千円で全然ありますし、モニターも 4K を求めないとかだったら1万円台とかね、24インチでよければもっと2万円とか3万円とかでも全然安く買えたりしますので、やっぱりこの Mac mini はこう計算してみても、結構お得だなというふうに僕は感じました。ただですね、大きくね、金額を左右させるのって結構ディスプレイだと思うんですよね。モニターで結構変わるなという印象がありまして、いいモニターを使おうとすると一気に跳ね上がっちゃうんですよね。で、iMac のモニターってやっぱすごくいいので、めちゃくちゃ発光力もありますし、4.5K のね、レティーナディスプレイということで、めちゃくちゃやっぱいいんですよ。音質もいいしっていうので、それにね、近いモニターを使いたいってなると、やっぱこういったね、スタジオディスプレイになっちゃうんですよね。で、これだったらね、もう本体で20万円とかしちゃうから、もう iMac 変えちゃうじゃんみたいな感じになっちゃうしっていうので、ちょっとね、そこら辺は難しくはなってきますよね。で、以前僕ね、紹介したベンキューさんの MA シリーズというモニターがあって、これね、Mac 向けに設計されているモニターで、このキーボードからでも輝度を変えれたりとか、Mac と同じ色でね、表示させることができたりとかで、しかもそれでいて、32インチモデルでも10万円ぐらいの価格、27インチだったら9万円ぐらい切る価格で販売されてるんですよね。なので、こういったモニターとかね、すごくおすすめだったりはするので、ちょっとね、改めて Mac mini にね、おすすめのモニターっていうのもね、別で動画作ろうと思うんで、よかったらそっちも行ってもらいたいんですけど、本当に選び方次第で、やっぱりですね、すごくコスパのいいね、マシンに変わるので、僕はね、本当にやっぱり Mac mini のね、コスパっていうのは、やっぱりシミュレーションしてみてもいいんじゃないかなと感じることができました。よかったらですね、こちらに関しては皆さんも意見もお聞かせいただければなと思います。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、この Mac mini についてしっかりとね、レビューをさせていただきました。で、最後にね、価格と僕だったらこれを選ぶなっていう、選び方みたいなところについてね、ご紹介できればと思うんですけれども、価格に関してもね、散々言ってる通り、94,800円からですと。で、学生さんがね、これ超お得なんですけど、学生価格で Apple 製品っていうか、Mac って買えるんですよね。学割を聞かすと、なんとね、79,800円からなんですよ。めちゃくちゃ安いんですよね。もちろん MacBook Air とか、Pro とか、そういったものもね、学割効くんですが、なんといっても Mac mini さらに安くなるので、この価格は結構えぐいなというふうに思います。なので、学生さんは結構買いだと思います、正直。で、僕がね、購入するなら、実際にどんなスペックにするかなっていうものを結構考えてみて、2パターン足してみたんですけれど
ども、 M4 モデルで購入する場合だったら、僕だったら10コア CPU、10コア GPU のままで、32GB メモリにしてストレージを1テラにするかなというふうに思います。でこれが21万4800円ですね。ここまで来るとすごい高いけど、これぐらいあればもう本当に何でもできるなというふうに感じました。で僕の見解だと Mac mini はメモリをねちょっと上げておいて、 SSD とかはもうデスクトップなのでドライブをね追加していけばいいかなというふうに感じるので、メモリをね優先的にアップグレードさせてやっておくとほとんどのことができるんじゃないかなと思います。で一方ですね、 M4 Pro モデルをね搭載する、選択をするという、よりこうねパフォーマンスをね上げてよりねやりたいという方は、僕はねこれがいいかなと思ってて、16コア CPU、16コアの GPU、そして 48GB メモリで 1TB SSD で、これが30万8800円という風になるので、高いんだけど、ここまで積めばほとんどなんか問題なくできるんじゃないかなという風に感じております。M4 Pro なので、グラフィックス性能とかやっぱりこう書き出しとかもだいぶと速くなるかなと思いますし、でメモリが48になるので、本当に高負荷なものとかを並行させていてもだいぶと耐えれるかなと思います。以上がですね M4 チップを搭載した新型のね Mac mini のレビューとなります。残すところ最後は M4 チップシリーズを搭載した MacBook Pro ですね。はい、次の動画で上がっておりますので、よかったらねそちらも見てもらいたいと思います。 MacBook Pro のレビューに関してはもっとパフォーマンスを上げていろんなことをね動作をチェックしていきたいと思いますので、すでに出ている M4 iMac のね動画であってるとか、このね MacBook Pro の動画両方とも合わせて全て3本ねまるっとご視聴いただければ嬉しいなというふうに思っております。この動画が役に立ったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。